これは朝の楽しみ方っていうタイトルです。ちょっと同じような構造で、その上に巨大な構造体、高速道路とか柱とか景色を捉える視点すらも消えて、完全に合一した状態の充足感みたいな。はい、ピックアップアーティストのコーナーです。本日のピックアップアーティストは藤倉麻子さんです。よろしくお願いします。お願いします。藤倉麻子さんです。現代の都市に存在する原始的な呪術性を見出すことをテーマに、人工的なテクスチャーと触覚性に注目したイメージを強調した 3DCG アニメーションの手法で都市の風景を制作されていらっしゃいます。人間によって生産された工業製品が人間の制御や本来の機能から逸脱し、都市のさまざまなインフラストラクチャーや工業製品が無制御に自走する映像を中心としたインスタレーションを展開していらっしゃいます。そもそもなんですけど、ペルシア語をなんで専攻しようと思ったんですか？モスクとか宗教施設とか、あと塔とか、その中身は多分すごい複雑なんですけど、一見単純な形をした構造体とか、そういう建築、乾燥地域の建築が平らな地の上にある様子にすごい興味があって、漠然と惹かれてて、そこの地域の文化とか言語を学べばなんか分かるんじゃないかっていうふうに思って、多分専攻しました。そこから芸大にもう一度大学院で行かれてるんですよね。はい、特にその中の神秘主義思想とか、そういうものに興味があって、映像を撮ってみて、でその幻想文学とかその神秘主義的な思想とか、そういうものを考えながら映像を作ってアウトプットして、さらにその映像を作る時は論文を読んだりするのと違う脳の動きで、なんかちょっと自分の言語化されてない部分の蓄積とか、そういうものを入れてできたものを見てみたいな、そういうプロセスがすごい考えるのに合ってるなと思って映像やり始めた。そう神秘主義なんか合一するっていうか、その自我が消えて、なんか景色とかそういう景色を捉える視点すらも消えて、完全に合一した状態の充足感みたいなものにすごい興味があります。この今映像映ってるんですけど、だいたい工業製品とか街とか郊外とか都市で見るような、そういうものをモチーフにして映像を作ってるんですけど、そういったものがなんかそれぞれ定着した固有の時間みたいなものを持って、ただものである状態っていうのを維持して発展しつつ、並列に存在しているみたいな。この背景の砂漠にそれがいきなりあるみたいなところも、やっぱものを際立たせるとか、そういうことなんですかね。埼玉の郊外というか田舎というか、そういう中間地点で育ったんですけど、関東平野、先ほどの乾燥地域の話みたいなちょっと同じような構造で、その上に巨大な構造体、高速道路とか柱とか高層ビルとか、そうショッピングモールとか、そういうのがある様子っていうので、なんかコントラストはっきりしているのをずっと見てて、それで多分物に集中して見るっていうのをずっとやってて。なるほどね。それで構造物が際立ってっていう映像につながっていったり。そうですね。これタイトルなんていうんですか？これは朝の楽しみ方っていうタイトルですね。今2個流してるんですけど、今2個目になって。これ今2個目。2個目になってる。どっちも朝の楽しみ方なんですか？1個目は庭石の出荷、水脈の話し合い。砂漠の建物に惹かれたみたいなのも、育った環境の埼玉の風景がつながったりとか、きっと何かが強いものが根底にあって、それを再現するというか、そういう行為を違うものを使ってどんどんやっていくみたいなところに、ものすごい藤倉さんが出てるなっていう。なんだろう、景色があって自我があってみたいな点があって、でそこの圧倒的な断絶みたいなのを感じていて、なんかその後につながっていく、なんか広がる大地みたいなものがある気がして、それを危険な方向ではなくて、
充足するような、なんかこう景色に対する人間としてのアプローチとしてなんか正しい方向があるんじゃないかなと思って、なんかそういう風にいけたらいいですね。これ具体的にはどういうふうにこれ、構築していくんですか、こういうのアニメーションは。そうですね、これ CG ソフトがあって、その 3D の空間の中に物を配置してカメラを置いて撮影する、物を置いてるみたいな感覚が強いですね。これ映像の作品なんですけど、さっきの1本目の映像でピンクの岩出てきてたのを覚えてます。あれが実際に今港に設置されてるんですよね。あの岩だけ現実世界に出てきて。どこの港ですか？お台場ですね。そうですね、お台場ですね。そこの会場に埋め立て地があって、そこに船の客船ターミナルができたんですけど、そこのプロジェクトに参加していて、ちょっとまだ公開されてないんですけど、そこにコンテナの中に入れた輸送中の庭石を今置いてあります。リアルな世界にも。はい。なんか庭師のような気持ちというか、こう庭としてこう要素をなんかふさわしい配合でこう配置していって、この映像の中もなんか自分の中でこうふさわしい場所とふさわしい色みたいなのをどんどん連鎖でこう配置していくんですけど、ちょっと同じような感覚でリアルの空間にやってみたりしています。これは、キャンバスにそうですね。これはターポリンって言って横断幕とか旗とかそういうのに外に使われる素材なんですけど、これは輸送中の庭石、はい、とあと電柱が2つあって、左と右に、本当は下に根っこがあるんですけど今これ見えてないんですけど、これがその水脈をめぐって話し合いをしているという取り合いをしてるんですって。そう、取り合いをしている光景です。陣地合戦を、そのポリ袋に入ってる水を取り合ってる。取り合ってる。なるほど。映像とリアルみたいな感じで展覧会やってるのが面白くて、その予定がまた近々ありますか？国際クルーズターミナルはこれから見れます。それはその庭石と、はい、映像もどこかで展示されると。映像は現地に行けば下に QR が結構6箇所貼ってあって、私がその場所でこの方向で映像を見てほしいなっていうポイントで貼ってあって、そこの 3D モデルの奥に映像が広がってる様子、スマホで見れる。スマホで見れます。じゃあ日常世界を少しずつバグらせ始めて、日常に侵食していくという、どんどんひたすら見ちゃうんですよ。これずっとそういう作品なんです。見せる力があるというのも素晴らしいと思う。今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。藤倉さんの作品はミーティアアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティスト、藤倉麻子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。